新しい証拠を提出するわ。え？これよ。それって？アルミの蓋よ。少し溶けているけどね。なんでそんなもん持ってんだよ。いいわ。それじゃあまずはそれを説明してあげる。この蓋は私が現場で死体を発見した時に見つけたものよ。私、第一発見者だもん。その時アリサちゃんの死体は今と同じ体勢で電気椅子に座っていたわ。その顔には蝶のような模様が刻まれていてね。そして床に落ちていた蓋を見つけた時、ふとノアちゃんの事件が頭をよぎったの。このままじゃ自分が疑われるかもってね。もしかしてダイイングメッセージでしょうか？そうね。あの時と同じくアリサちゃんが犯人を告発するために残したなんて言われたらたまらないでしょ。だって明らかに蝶の模様なんだもの。私の衣装と同じ。だから隠しておいたの。何か問題あるかしら？問題終わりじゃん。証拠品隠すなんて怪しすぎるだろう。やけどはマーゴが殺したっていうアリサのダイイングメッセージだった。そう思われても仕方なくない？そう？ごめんなさいね。でもエマちゃんは私のことを信じてくれるわよね。だってエマちゃんはさっきアリサちゃんの自殺だって断言してくれたんだもの。今さら意見を覆して私を裏切ったりなんてしないわよね。それはマーゴちゃんが証拠を隠してたなんて。でも提出された証拠で事件の大筋が変わるわけじゃないはず。なら信じるんだ、みんなのことを。この蓋は私が現場で死体を発見した時に見つけたものよ。私、第一発見者の時、アリサちゃんの死体は今と同じだ。そして床に落ちていた蓋を見このままじゃもしかして。そうね。あの時と同じく。だって明らかに蝶の模様だから隠しておいて問題終わりじゃん。証拠品隠すなんて怪しすぎるだろ。やけどはマーゴが殺したっていうアリサのダイイングメッセージだった。それはおかしいよ。アリサちゃんのやけどは事故だったんじゃないかな。は？な都合いいことある？でも実際それは起こったんだ。事故でやけどがついたそんな現象が。現象？それはマーゴちゃんが提出してくれたアルミの蓋と、そしてもう一つの証拠品が示していると思うよ。アリサちゃんのやけどが事故だった証拠。それはこれだ。これが証拠だよ。このガラスの破片を見てほしいんだけど、すごく遠くまで飛び散ってるんだ。普通に地面に落として割れたならこうはならないよね。確かにそうかも。アルミの蓋が溶けかけていることからも睡眠薬の瓶が熱せられたのは間違いないと思うんだ。でもその時瓶は割れてしまった。現場の状況から考えると爆発したんじゃないかな。爆発？そう考えるとガラスの破片の状態もアルミの蓋の状態も辻褄が合うんだ。アリサちゃんの炎は強力だからね。素早く熱せられた瓶の中の空気が膨張したんだ。熱せられていた蓋も強い圧力がかかって飛び出した。そしてアリサちゃんの顔に張り付いたんだ。そう考えればアリサちゃんの顔にやけどの跡が残った理由も説明できるよ。おかしくねえかそれ。そんな都合いい推理、そもそも問題があるんじゃねえの？納得できる説明ができないなら、やっぱエマッチ、私のことを騙そうとしてんだろう。違うって言うなら、証明してみろ。アリサが瓶を炎で炙ったら爆発した。確かにそれなら顔に根性焼きみたいな跡が残るのも納得できるけど、
ゃあそもそもどうしてあいつは瓶を炙ったりなんかしたんだよ。瓶なんて炙っても何にもなんねえじゃん。お湯が必要だったとかでしょうか。睡眠薬で一息ついてんじゃねえよ。アリサに瓶を焼く理由なんてないじゃん。それよりエマッチが殺そうとして反撃した時の事故とか、マーゴの犯行を示したダーイングメッセージとか、そっちの方がしっくりくるし、みんなグルになってあてしのこと騙そうとしてるんじゃねえの。ココちゃん疑心暗鬼になってるみたいだ。アリサちゃんがどうして炎で瓶を炙ったのか、何か説明がつきそうな証拠はないかな。きっとアリサちゃんのことだから無意味なことではないと思うんだけど。アリサが瓶を炎で炙ったら爆発した。確かにそれなら顔に根性焼きみたいな跡が残る。じゃあそもそもどうしてアリンなんて炙ってもお湯が睡眠薬でしアリサに瓶を焼く理由なんてないじゃん。それよりエマッチが殺そうとして反撃した時の事故とか、マーゴの犯行を示したダーイングメッセージとか。賛成だよ。アリサちゃんが瓶を熱した時、瓶の中身は空だったはずだよ。そうじゃないと現場に青い薬の痕跡が残っているはずだからね。はあ？だからどうしたんだよ、それが一体。だとしたら瓶を熱した時はアリサちゃんが睡眠薬を飲み干した後、死の間際だったんだよ。はあ？何が言いてえの？アリサちゃんは死にながら僕たちへのメッセージ、つまりダーイングメッセージを残したのかもしれない。アリサちゃんが睡眠薬の瓶を燃やしたのはこの人のことを伝えたかったんだと思う。それはヒカミメルルちゃん、君のことだ。私ですか？メルちゃんが殺したってこと？アリサちゃんはメルルちゃんが犯人だって。そう僕たちが勘違いしないよう証拠となる痕跡を消そうとしたんだ。アリサちゃんが消したかったもの、それは睡眠薬のラベルだよ。ラベル？なるほどね。アリサちゃんが渡された睡眠薬の瓶にはメルルちゃんの名前が記載されていた。そう、アリサちゃんは死の直前それに気づいたんだ。もしそのラベルが発見されたらアリサちゃんはメルルちゃんに毒殺された、そう僕たちが勘違いするかもしれない。だからとっさに炎で紙のラベルを焼いたんだよ。メルルちゃんに罪を着せないために。私のたメルちゃんをかばったっての？自分があとちょっとで死ぬって時なのに？そうだよ、アリサちゃんはきっと誰も巻き込まずに一人で死のうとしたんだよ。そんな。そうだったね。でもエマちゃん、私にはまだ一つ気になることがあるの。それはね、動機よ。納得するためにはそれについて話す必要があると思うわ。人を殺すには動機が必要だわ。たとえ殺す相手が自分自身だとしてもね。どうしてアリサちゃんは自ら死を選んだのかしら。アリサさんが睡眠薬を必要としていたのは確かです。だから普段から夜眠れないぐらいに悩んでいたのだと思います。そりゃこんなとこに長くいたら頭もおかしくなるっての。飯だってまずいし部屋だって不気味で汚いし、っていうか監禁されててまともでいられるやつなんているわけないじゃん。けど何か自殺のきっかけになるものがあったんじゃないかしら。見ようによってはそれがアリサちゃんを殺した犯人とも言えるかもしれないわね。もしアリサに自殺をそそのかしたやつがいたら投票するってこと？私は別にその人に投票しても構わないと思ってるわ。これは魔女裁判、外の世界の法廷とは無縁なんだもん。アリサちゃんが自死を選んだ理由、もしかするとあのことが原因かもしれない。
動機が必要だわ。たとえ殺す相手が自分自身だとしてもね。どうしてアリサちゃんは自らアリサさんが睡眠だから普段から夜にそりゃこんなとこに長く飯だってまずいし部屋だけ不気味で汚いけど、何か需要によってはそれがアリサちゃんもしアリサに来たとそのかしたやつがいたら、私は別にその人に投票しても構わないと思ってるのよ。これは魔女裁判。外の世界の法廷とは無縁なんだもん。これだよ。アリサちゃんが死んだ理由、それは魔女なんじゃないかな。何か心当たりはあるのかしら。アリサちゃんが魔女のことで思い悩んでいた理由を示す証拠品、それはこれが証拠だよ。アリサちゃんの体をもう一度見てほしいんだけど、魔女化がすごい勢いで進行してるんだ。あっ、昨日の夜に僕が見た時はこんな風じゃなかった。そういえば昨日アキシラがあいつを誘った時も姿を隠すようにして慌てて逃げてったような。もしかしたら自分の体見られたくなかったのかも。アリサさんは優しい人でした。急激に魔女化が進んで殺人衝動が高まり、殺意が抑えられなくなるのが嫌だったのかもしれません。その結果、アリサちゃんは自ら死を選んだんだと思う。僕たちを傷つけないために。そうなのね。そんな。それがアリサちゃんの死の真相だよ。私たちを守るために？そう。バカじゃん、ほんと。アリサさん。みんな納得してくれたみたいだ。ところで、質問してもよろしいでしょうか？獄長？何か結論に文句でもあるの？いいえ、文句とまでは言いませんが、一つだけ気になることがあるんです。素人質問で恐縮ですが、よければ私に教えてくれませんか？何に答えればいいの？それは、処刑台についてのことです。どういうこと？些細なことではあるのですが、不正がないことを確かめるためにも、どうか私に真相を教えてくださいね。処刑台は私がリモコンで操作するか、もしくは地下の施設で操作しない限りは動かないはずなのです。ですが、実際に動いた記録が残っています。昨晩から今朝にかけて、これは一体どうして動いたんでしょうね。勘違いとかじゃねえの？もしくはお前が嘘ついてるか？私はあくまでもこの施設の管理者ですから、嘘なんてついてませんよ。皆さんに言えないことはありますけどね。獄長の言ってる地下ってあの隠し通路のことだよね。でもだとすると昨日の晩に地下に入って何か操作した人物がいるってことで、それってもしかして。処刑台は私がリモコンで操作するか、もしくは地下の施設で操作しない限りはですが、実際に動いた記録が昨晩から今朝にかけて、これは一体どうして動いたんでしょうね。これだよ。昨日地下で操作した人物がいるんだ。それは僕だよ。どういうこと？今地下を調べているナノカちゃんの邪魔をするわけにはいかない。朝に処刑台が動いたのは地下にいたナノカちゃんなんだろうけど、ナノカちゃんのことは黙っておこう。
まずは昨日あったことの必要最低限の説明だけして。昨日偶然地下に通じる隠し通路を見つけたんだ。そこで僕閉じ込められちゃって、操作パネルっぽいものがあったから扉を開けようとしてそれを触ったんだけど、もしかしたらその時の僕の操作で処刑台が動いちゃったのかもしれない。隠し通路？エマッチがなのかの言ってた黒幕だったりしないよな。僕が黒幕だったらこんなこと正直に言わないよ。なるほど、そうだったんですね。どうやら私の疑問は解決したようです。地下に入ったけど僕は処罰されたりするの？いいえ、別に地下の管理室に入ってはいけないなんてルールはありませんからね。よかった。ならもっと堂々と地下の調査ができるかも。ちょっといいかしら。待って。え？ねえメルルちゃん。はい、なんでしょう。アリサちゃんの飲んだ睡眠薬について改めて教えてほしいんだけど、一度に大量に摂取するとどうなるのかしら。それはあの瓶に入っていた分を一気に飲み干してしまったら、まずは昏睡状態になると思います。何があっても起きないぐらいに。その後おそらく24時間以内に適切な処置をしないと手遅れになってしまうかと。やっぱりそういうことなのね。なんでそんなこと確認すんの？アリサは自殺ってことなんじゃ。そう思っていたわ、さっきまでは。どういうこと？昨晩アリサちゃんは睡眠薬を飲んだ。もし昨夜の時点でアリサちゃんが生きていたとしたら、それは。その後アリサちゃんは眠った状態で地下に送られた。それならアリサちゃんの死因は睡眠薬によるオーバードーズではなくて凍死になるんじゃないかしら。それって。アリサちゃんの飲んだ睡眠薬は過剰摂取しても即死しない。それで合ってるわよね、メルルちゃん。はい、さすがに激毒ではないので即死するようなものではありません。で、アリサちゃんは昨晩の時点ではすぐに死んでいなかったはずよね。そして昨日の夜、エマちゃんは地下で処刑台を操作したの。待って、そもそも僕が押したボタンが処刑台の操作ボタンだったかは。地下にあったパネルを操作したのであれば間違いないでしょうね。処刑台の昇降ボタンは簡単に押せる位置にありますから。それに昨夜処刑台の昇降は一度しかありませんでした。履歴から確認ができます。じゃあエマッチが操作したせいで眠ってたアリサが地下に閉じ込められたってこと？もしそうならアリサちゃんを凍死させて殺した犯人は桜庭エマちゃん、あなたよ。違うよ、僕はアリサちゃんを殺してなんかない。それに僕はそのボタンが何のボタンかもわからなかったんだ。仮にアリサちゃんが凍死していたとしても殺す気なんてなかった。過失致死ねえ北長、事故で殺してしまった時はどうするべきなのかしら。選択はお任せいたしますよ。あなたたちが決めることですから。でもアリサちゃんは睡眠薬を自分で飲んだはずだよ。最初から自殺をしようと思っていたはず。少なくとも僕はアリサちゃんを殺そうと思って殺したわけじゃないし。ですがアリサさんが早く見つかって処置できていれば助けられたかもしれません。でもそれはこれは事故だよ。たまたまアリサちゃんが処刑台にいただけで。本当かよ。そんなん一つも証明できないだろ。お前が黒幕で地下の仕組みも知ってて狙ってアリサを殺したんじゃねえの？そんなことないよ。どうし
してそんなこと。眠っていただけのアリサちゃんをエマちゃんが電気椅子に乗せた可能性はあるんじゃないかしら。そしてリフトを操作して地下へと運んだアリサちゃんを凍死させるためにエマちゃんが黒幕ならできたこと。そんなこと僕はしてない。でもしていない証拠はありません。エマちゃんの操作が原因でアリサちゃんが死んだのは確実でしょ。ならエマちゃんに殺意がなかったと証明することなんてできるのかしら。それは。なあ、それなら今までの殺しだって疑わしいもんじゃないの。これまでの裁判でエマッチが率先してみんなを殺していった。違う。僕は真相を明らかにしようとしただけで。そもそもお前が裏で仕組んでただけなんじゃねえの。アンアンとかだってお前が何もしなけりゃ殺しなんてしなかったろ。僕はそんなつもりじゃ。みんなどうして。違う、僕はやってない。きっとみんなこれまでの魔女裁判で他人のことを信用できなくなってるんだ。みんなの心に疑心暗鬼は広がってる。では皆さんの意見も固まったようですし、そろそろ投票に移るとしましょうか。待って、僕はやってない。みんな話を聞いてよ。それでは投票をどうぞ。違うんだ。昨日の夜、僕は地下でボタンを押した。ボタンを押しただけだったんだ。みんな信じてくれないけれど、本当に僕にアリサちゃんを殺す気なんてなかったんだ。おそらくアリサちゃんはその時、裁判所でメルルちゃんからもらった睡眠薬を飲んでいた。自殺をするために。アリサちゃんは裁判所で処刑された子たちのことでも思い出していたのかもしれないね。けれど、アリサちゃんは睡眠薬を飲み干した後で一つの問題に気づいたんだ。睡眠薬の瓶にはメルルちゃんの名前が書いてあった。このままではメルルちゃんが疑われてしまう。だからアリサちゃんはメルルちゃんに疑いが向かないよう慌てて魔法でラベルを燃やそうとしたんだ。でもそのせいで瓶は砕け散った。その衝撃でアリサちゃんの顔には火傷が残って、そして意識を失ったんだ。その後、僕は知らずに地下でボタンを押してしまった。それによってアリサちゃんは地下に運ばれてしまったんだ。アリサちゃんは眠ったまま地下で氷漬けになって凍死した。これは事故だったんだ。そして時間経過とともにアリサちゃんの凍りついた体は溶けて、その髪や服を湿らせた。アリサちゃんが自殺しようとした理由は、おそらく魔女化が進行していたせい。僕たちをその手にかけないよう、守ろうとしてくれたんだ。だからこれは、僕のせいじゃない。僕が悪いんじゃ、ないのに。そんな僕がアリサちゃんを殺した。僕が処刑される。エマさん。どうしよう。
うしようどうしよう。はい。処刑ボタンも皆さん押されましたね。これより魔女の処刑を執行します。やめてよ。やだ。どの処刑台にしますかね。桜庭エマさん、桜庭エマさん。ちょっと忘れてしまったので、この処刑台にしますか。おしまいだ。本当にそれでいいんですか？あなたならできるはずなのに。魔性か？そんな僕もとうとう魔女に。これは一体どういうことなの？一体何が。なのかちゃん。桜庭エマ、あなたはお人よしね。分かった。あなたに背中を預けるわ。ただ勘違いしないでほしい。これは取引。取引？私はあなたを利用する。だから何かあったらあなたも私を利用して。なのかちゃんは殺された。ここで僕が処刑されるわけにはいかない。僕は魔女にならない。今度こそ本物の魔女を見つけるんだ。国長、裁判の申請をします。なのかちゃんは殺されている。これは殺人事件だ。